ハローハローハロー、皆さんこんにちは。Thinkers チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、5月になりました。で、今日もですね、引き続き前回からの続きとして、ジョセフ・ティテルさんというアメリカ人の預言者の方の預言のご紹介をさせていただきたく思います。今回は2024年今年の1月24日にジョセフ・ティテルさんの動画チャンネルに配信されていた動画のご紹介をさせていただきたく思います。動画では私の方では、重要な部分をかいつまんでお伝えしていきたいと思います。で、私ブログもやっておりまして thinkerschannel.com というブログの方にですね、もっと動画よりも詳しく細かく全貌をですねお伝えしておりますので、もしご興味があるよという方はこちらの本動画の概要欄、下の概要欄の中にブログのリンク載せておきますので、ぜひともチェックしてみてください。今回のご紹介する1月24日の文なんですけれども、和訳にすると出来事をサイキック予言、2024年は乱気流の年というタイトルを付けさせていただきました。で、元動画のこのジョセフ・ティテルさんの動画のリンクの方もこの本編の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ご本人の方の動画もチェックしてみてください。私の Thinkers チャンネルでは、これが正しいという形で答えを提案しているわけではございません。その予言ですとか、私がお伝えした情報ですとか、そういったものはまるっと信じずに、全てをいい意味で疑っていただき、各々で考えて正しいか否か、真実はどうなのかということを考えるきっかけを提供したいなと思ってやっている番組なので、ちょっと調べてみようとか、そういうことにちょっと情報生産の糧にしていただければと思っております。進めていきたいと思います。今回の予言1月24日に配信されました出来事をサイキック予言2024年は乱気流の年というジョセフ・ティテルさんの動画のご紹介をさせていただきたく思います。まずはじめに、お伝えするのが乗り物に関する予言というのをしていらっしゃいました。で、今年は特に飛行機の事故が多くなってきてるんじゃないかなっていう感じは皆さんしてると思うんですけれども、結構前々からねジョセフさんはこういった類の予言をしてます。で、ジョセフさんがおっしゃっていたのは、エリートなどが狙われることにより、起こる飛行機事故っていうのは続くかもしれません。大人だけではなくて若者や子供なども巻き添えになってしまうこともありそうですと、この時お話ししておりました。で、この先もしかしたらハリウッド関係ですとか薬物関係などでそういったことが起こってしまうかもしれないというふうにおっしゃってました。何か隠蔽すること、物事を隠そうとする時に、そういった事故とかが起こってくるかもしれないというジョセフさんのスピリチュアル予言が出てまして、で、アメリカには TMZ というタブロイド紙があるんですけれども、メディアなんですけれども、TMZ が隠そうとしている事実を暴くかもしれないとの予言をしていらっしゃいました。で、これもいつ起こるかわからないんですけども、この動画のタイトルで2024年は乱気流っていうことなので、2024年年内にこういった動きが起きてくるかもしれないとジョセフさんはおっしゃっておりました。日本の空港に陰のエネルギーが感じられるというふうにおっしゃっておりました。で、ジョセフさんおっしゃってたのは、日本の空港には良くないエネルギーを感じます。ポータルが開いているので、邪悪なスピリットがそこにいるのかもしれません。そのエネルギーから早く解放されるといいですねとジョセフさんはおっしゃっておりました。これはジョセフさんが感じていることを皆さんにお伝えしていらっしゃったので、ポータルというのは異次元空間の扉というのが今開いている状態らしいんですね。で、今までは閉じていたんですけども、というと魔界ですとかちょっと陰の気の方々といいますか、入ってきてしまう、魔が差すといいますか、そういう
今状況なので、そこにもしかしたらそういった陰のエネルギーというのが漂ってしまってるんじゃないかというのがジョセフさんの感覚らしいです。で、ジョセフさんが持っているスピリッツたちはこのように言ってたそうです。あの事故は日本で起こる最後の事故ではありませんとジョセフさんのスピリットは言っていたそうなんですね。今年1月2日に起きてしまった羽田空港のあの事故だと思うんですけれども、それが最後ではないよということをジョセフさんのスピリットが、これは予言という形でジョセフさんに教えてくれているそうです。飛行機事故で結構トラブルといいますかが続くということのこの社会的流れの中で何かが変わっていくということなんですけども、ジョセフさんおっしゃるには、規模の小さな飛行機の事故が、多くなると予言してまして、しかし事故が多すぎることから議会か何かで、何かそういった対策案が採択されそうですとおっしゃっておりました。それは操縦士と免許に関することのようですとおっしゃってます。もしかしたら日本かお米の国アメリカかもしれません。後に FAA を通じて世界中に広められるでしょうと予言をしていらっしゃいました。このことによりパイロットになるための道というのはより厳しくなるのではないかとジョセフさんは予言していらっしゃいます。飛行できる台数というのも制限されるんじゃないかとジョセフさんは予言しています。空を飛ぶことが厳しくなるので、小さな飛行機の場合は、何台まで飛行できるかなどの制限を設ける可能性がありますとおっしゃってました。そして滑走路などの進入許可なども台数が限られるようになります。スピリットは 50% 減になるかもしれないと言っています。小さな飛行機の場合というお話なので、コマーシャルの大きな飛行機の場合はちょっとわからないですけれども、そういった動きもあるんじゃないかと予言していらっしゃいます。小型飛行機というとチャーター機ですとか、そういったプライベートに使っている機体が多いんじゃないかと思うんですけれども、ジョセフさんおっしゃるには有名人を乗せる小型飛行機に関しても予言があるそうです。歌手なのか政治家なのか分かりませんが、有名人が小さな飛行機に乗っているのが見えます。JFK の時のようなことになると思います。この事故は2つ起きるのですが、1つは海に落ちてしまいます。そしてもう1つは人里離れた場所に落ちてしまうかもしれませんとジョセフさんは予言をしていらっしゃいました。飛行機の予言続くんですけれども、ビルの先端にぶつかる飛行機というのが見えるそうです。で、もう一つ小さめの飛行機の事故っていうふうにお話ししてるんですけれども、ジョセフさんおっしゃるにはこのビジョンは遠くから目撃しているように感じます。自分がジョセフさんがですね、詳細はよく見えませんでしたが、この小さな飛行機はビルにぶつかります。反対側に墜落するのか、ビルの頂上に着地しようとしたのかはわからないんですけれども、大きな衝突音が聞こえます。火と煙がすごいです。場所は定かではありませんと、そのビジョンをですね、なるべく表現してシェアしていただいてるんですけども、ちょっと場所はわからないということなんですね。で、遠くから目撃しているみたいということで、誰かがビデオ撮影しているような感覚もしますとおっしゃっておりました。で、2機のヘリコプターが墜落するというのも予言していらっしゃいました。ジョセフさん曰く、一つは軍用機ですが、これは事故のようです。戦いの中で墜落するようではないです。もう一つはヘリがハリウッドの撮影で事故を起こしてしまうようですとジョセフさんはおっしゃっておりました。この間も自衛隊の飛行機が墜落してしまいましたよね、衝突して。そういうのもやはりね、その飛行機事故が多くなるエネルギーになっているのか、現実には起きてほしくないっていうのが本当に切なる願いですよね。で、お天気に関する予言もしております。
世界中で異常気象が相次いでいるんですけれども、カリフォルニア州の南部と西部で異常気象が起こり、洪水が発生します。特にロサンゼルスでは土砂崩れが起こります。これは海岸線の大部分で起こるような大規模なものです。急な斜面の下には道路がありますが、その道路が埋まってしまいますというぐらいに大規模に崩れてくると予言しています。ハリウッドサインが壊れるのかという過去にしていたハリウッドサイン、ハリウッドっていう崖にサインがあるじゃないですか、ハリウッドには。看板っていうか文字が崩れ落ちるんじゃないかという予言をしているんですけれども、ハリウッドのエリアでも土砂崩れが起きそうだからということをおっしゃっておりました。ジョセさん曰く、私が見たビジョンでは文字が一つ一つ崩れていく感じでした。これはハリウッドの業界に起こることのシンボルのようにも感じています。なので、その物質的にその文字の看板が壊れていくということも起こるかもしれないですけれども、それよりもハリウッド業界が崩壊していくといいますか、衰退していくような、それを象徴しているんじゃないかとジョゼさんはおっしゃっておりました。もう何度もハリウッドサインの崩壊というのが予言されておりまして、今画面に出しているこの3話でお伝えをしております。これに関してはリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。地震や噴火についての予言があります。ラパルマ火山のような大噴火という予言をしていらっしゃいます。これはですね、過去にもしておりました。何度もお伝えしているんですけれども、ジョセフさん曰くラパルマ火山のような噴火が起こるということをスピリットが教えてくれています。今日スピリットが教えてくれたことは、2つの火山が噴火するということです。1つは近い将来、2月か3月上旬が怪しいです。4月は地殻がとても不安定だとおっしゃっております。ちなみに結構たくさん噴火しておりまして、もちろん鹿児島の桜島の噴火もそうなんですけれども、2月14日にはグアテマラのサンティア・グイント火山というのが噴火したりですとか、ロシアでは2月16日にロシアのエベコ火山が噴火して、いろいろ噴火がね立て続きに起こっていて、この間もインドネシアで噴火ありましたし、あとは桜島でも噴火続いてますし、まだラパルマ火山のような大噴火というのは起きてはいない気がするんですけれども、これかというような火山噴火があるかもしれないので、火山がたくさんある日本に住んでいらっしゃる方、備えていただければと思います。あまりそういうのを考えすぎて、心配しすぎて自分の波動が下がってしまったらちょっと元も子もないので、大前提として波動が高いという自分を維持しつつ、最善の準備ですね、していただければと思います。中国では様々な災害というのが起こり続けるというふうにおっしゃってました。で、先日のマグニチュード 7.1 の地震とかがあったんですけども、今年初めに。で、土砂崩れなどの天変地異が待ち構えているということで、天変地異がもっと起こるよということをおっしゃってました。で、地震というと、その北京の近くでは大地震が起こるということで、さらにはそのエリアで洪水も起きてくる。そういった気候によって、北京の近くの2つのダムが決壊してしまうと予言していらっしゃいます。天変地異が多い中国では大きな橋が壊れてしまうということで、この橋はとても大事な橋なので、使用を禁止にして封鎖して、修復とかそういったことをするんじゃないかとも予言をしていらっしゃいました。なんでこんなにもね、火山ですとか地震とかそういった災害が続くのかということなんですけれども、ジョセフさん曰く太陽フレアが強いと地殻変動が起きるとおっしゃってます。スピリットが教えてくれているのは、太陽フレアが起こると地震や噴火が起こるということらしいです。
トルコの大地震のようなことが同じような時期に起こることも予言しているとおっしゃってました。ただ、2023年2月6日にトルコ地震起きたんですけども、能登半島のね、地震はとても被害が大きくて、謎に復興作業が全然進んでいないという状態なんですね、能登半島というのは。それなのにもかかわらず、テレビとかメディアではそういったことは騒がないで、余計なことばっかりを報道して、本当の助けにはなってないんじゃないかなっていう感じはしますよね。そういった疑問をね、持つ方が増えてくるんじゃないかなとは思います。そういった今流れになってるのではないかなと思います。かわいいかわいいペットを、犬とか猫とか、それ以外もかわいいかわいいペットを飼っている方が多いとは思うんですけれども、ジョゼスさんは珍しくもペットのご飯に関する予言というのもしていらっしゃいました。ジョゼスさん曰くスピリットが予言していることとしては、ペットに与えるペットフードにより多くのペットの命が奪われてしまうという予言がされているそうです。これは中国で製造された大手のフードのようなんですけども、その事件によりペットフードに焦点が集まる日が来るでしょうと、ジョゼスさんは予言していらっしゃいました。とある会社の遺伝子組み換えの食べ物、フードが出回っているというぐらいなので、ペットにもね、何を与えるかというのを見直した方が良さそうな気がしますよね。で、ジョセスさん自分以外の預言者のお話もしていらっしゃいまして、ブルガリアの有名なババ・ワンガさんの言い残したことというのをフィーチャーしていらっしゃいました。彼女はすでに他界してしまっているブルガリア出身の盲目預言者なんですけれども、ジョセスさん曰く、ロの国について彼女は預言していましたよというインフォメーションをですね、皆さんにシェアしていらっしゃいました。彼女は2024年にロの国に起こることを予言していました。それは今のロの国のリーダーが幾度となく狙われるというものです。そして今年彼の命が身内によって奪われるという予言もあります。これは数比学的に見て起こり得ることではあります。2024年から2026年の間で起こるでしょうとジョセフさんは目処をね立てていらっしゃいました。ジョセフさんの予言ではなくて、バババンガさんが言っていた予言で、これがもしかしたら起こるのであれば2024年から2026年の間に起こるんじゃないかというのがジョセフさんの見解みたいです。ヨーロッパで起こる複数の惨事のことも予言していらっしゃいましたバババンガさんですね。ジョセフさん曰く10月の投資予言、自身の実況投資予言で投資したようにドイツ、フランス、UK、そしてポーランドで2つの大きなテノロ的な惨事が起こってしまうことを予言しています。化学薬品による毒患が起こることを予言しています。何か皮膚に影響があるようなものですとジョゼフさんは予言をしていらっしゃいました。で、これは彼の予言なんですね。で、バババンガさんが予言していたのは2024年にヨーロッパでは様々な出来事、襲撃事件などかそういったことが起こると予言しているので、2人の予言がちょっと被っているので怖いですよね。2024年経済暴落の予言というのもあります。これもバンガさんが言ってたことなんですけども、ジョセフさん曰くバンガさんは今年経済が大暴落することを予言しています。その理由は負債の規模が大きいこと。地政学的に見てパワーが西から東に動いているということだそうです。そういった形でバンガさんは予言をしていたということをジョセフさんはシェアしていらっしゃいました。精神的な考え方ですとか東洋医学が今見直されている部分がある、増えてきてるなという流れを見てもオリエントな時代を今感じている方多いんじゃないかなと思います。バンガさんは医療についても
実は予言しています。2024年医学の飛躍的進歩。ジョセフさん曰く、これは私も予言していますが、ヴァンガさんは2024年に丸の中にはが治癒できる技術が開発されるということを予言しています。そしてバンガさんは2024年にアルツハイマーも治療できる技術が開発されることを予言していますと。今年結構医学的に飛躍する年なんじゃないかというのをですね、ジョセフさん自身も実は予言していらっしゃって、その医学の大発見、すでにもう発見されていることなんですけども、それが発表されるのが今年なんじゃないかとジョセフさんは以前おっしゃっておりました。今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。2024年1月24日配信の予言の内容でした。最後のね、医学的進歩で不治の病が治癒できるという技術、すごく気になりますよね。これもね、全部含めて闇の支配者らの計画の一部だとはちょっと思っちゃうんですけども、私的には。なぜなら、戦後かなりね、患者が増えましたもんね、病気の。で、特に2021年以降はとんでもないほどに結構な不治の病の方が増えているというのをね、聞きますし、そのタイミングでこの治療方法を発表したら、大儲けできちゃうんじゃないかという構図がすでに組み込まれていたんじゃないかと私はちょっと勘ぐってしまうんですけども、皆さんは今回の予言集いかがお考えになりましたでしょうか。何か情報精査の糧になっていただけたら幸いです。いいなって思っていただけましたら、グッドボタンで高評価の方をよろしくお願いいたします。次回の予言1月31日に配信された予言もご紹介していきますので、今後とも情報知りたいよっていう方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Tinker's Channel でした。それではまた次回まで。See you next time. Bye bye. Much love.